ウッドデザインのビフォーアフターっていう形でデッキの上でコミュニケーションする。デッキの方は完成です。建物と合わせた形でそういうのが広く感じる。ワンちゃんがいるんであまり直接見えるっていうのはワンちゃんも吠えちゃうんで。こんにちは、金井良一です。今回はですね、ちょっと我々でやったウッドデザインのビフォーアフターっていう形で、これ作業風景はないんですけども、何か参考になればと思いまして、YouTube に載ってない過去の実例もありますけども、ウッドデザインっていうまとめた総集編のやつをお送りしたいと思います。ぜひご覧いただければありがたいと思っております。お願いいたします。お客様の要望で庭をもうちょっとにしたいという形でデッキを作りたいと思っております。で、あとパーゴラもうちょっと設けたいなと。日当たりも結構ここはいいんで、屋外空間としてはもったいないんで、やっぱり我々としたら外を出てデッキの上でコミュニケーションするから結構デッキを設けたいと思っております。はい。から出てポーンといけるんで、活用性はもう全然違うと思いますよね。かえって広くなったっていう感じで、パワーボラっていうのはもうそこに植物を絡ましたり、それで楽しむハンキングをやったり、そういうことが演出ができるんでアクセント的な感じにもなりますし、空間的にこう抑えるっていうことでも非常に効果的だし、空間を広々と使えるっていうことは利点かもわかんないです。はい、これでやっとデッキの方は完成です。もう年数的に20年近くなってますから、それを全部撤去して新しいデッキとウッドフェンスを作っていきたいと思います。庭としてはちょっと広くはないですけど、フラットになってドアからそのまんま狙える、もう逆に庭っつうよりもう一部屋外に部屋ができたっていう感じの使い勝手になりますから、部屋との一体感が出て広く感じるんですよね。2方向から車があって、やっぱり一番人通りが
プライベート的な空間にするにはやっぱりちょっと高さの変数がないとここでくつろげないっていうだから目隠ししちゃうんですけども、雰囲気的にデザイン的にも楽しめるような感じにはしたいなと思ってますけど。完全な目隠しじゃないんだけど、ここから日がこう差し込んだり、結構絵柄になるっていうか、ちょっと狭いんで、こう建物と合わせた形で、そういうふうな広く感じる。で、もう一つお客さんの要望で、ちょっと大きい出し入れがということで、この幅で、入り口をこうやってもげたり、めったに使わないっていう。だからデザイン的にも同じような雰囲気で、だからここはもう外から入んない、完璧にもう全部がこのままデッキだとね面白くないんで、一応植物を演出できるスペースはちょっとデザインしてもらいました。ここだけでも鮮やかにちょっとねこれで一応全体のリメイクが終わりました。平時代朽ちちゃって、これをちょっとデザイン的にずっと変えるというワインダルを今回ワインダルの全部枠を取った一つずつの部材を使って貼り付けていこうかなと、こういうところだから雰囲気的にも合うかなという感じですね。ここにですね一応パーゴラを作る予定です。ちょっと邪魔な木は一応移植もしくは伐採で撤去しちゃいます。このフェンスは位置関係はこれと前と同じ、柱の基礎はそのまんま昔の基礎を使った形です。でこれがウイスキーダルの天場と底のやつですよね。
でウイスキー樽の周りを止めてあるベルトがこれです。この金具です。それを分解した形でデザインした一応フェンスです。面白いでしょこれね。ちょっとどっしりとした一応パーゴラが作ってみました。外に出た時点においてのみんなの休憩所という形で宮の中の一つのステージという。このタイルもお客様の、ただこれは輸送した時に割れちゃったんですよね。もったいないという意味合いで柄に埋め込みました。でこのライトもお客さんがお持ちだったライトをそのまま、逆に全部人工的なものっていうのは建物周りだけで、我々はこの自然に溶け込むような雰囲気で勝てないんで、我々は自然には。それを逆に利用した形で仕事をした方がいいかなという考え方ですよね。長年育っちゃったこの手柏が手入れ刈り込みないないっつうのも毎年やっていくっつうのも大変になってくると撤去せざるを得なくなったということで、道路に面しているので目隠し的なものも必要になってくると思いますし、この手柏っていうのは暴れようが出ちゃうんで、宮崎の方まで面積を取ってますから、だから結構狭くなってくる状態。今こんだけやっぱし70センチぐらいだから今こう仮にフェンスでこうちょっと抑えてるっていう状態なんですけども、フェンスにすれば面積10センで、この上はパーゴラをここで庭のアクセントとしてここまで、それとひさしちょっと雨よけもうちょっと考慮したいということで、今までついてたんですけど、これを再利用、パーゴラに梁を出す、梁が来るのでその梁に直結しちゃえばまだまだ使えますから、ワンちゃんがおられるんで、ワンちゃんたちが一緒に遊べる空間でもしていきたいと思ってます。パワーグラも前にあったオーニングをそのまま生かした形で再利用、パワーグラに取り付けるような感じで、一応こんな感じでまだまだこのオーニング使えるんで、雨の時でもある程度拾えます。それで手前の方はバラで回すこともできますし、やっぱり結構人通りが多いんで、車との交通でワンちゃんがいるんで、あまり直接見えるっていうのはワンちゃんも吠えちゃうんで、全部塞ぐよりは風の通り、やっぱり植物こっち置いてあるんで10線明かすことによって風の通りが出ますから、強風ではもう抜けますから、ちょうどこっちの高さは道路より高いんで少し見えますけど、道路からだとちょうど面が重なり合って目線が見えない状態になってます。はい、ボールは
す。